この動画はストーリーの途中です。最初から見たい場合は概要欄またはチャンネルページの再生リストからご視聴ください。なお、外国語に対応した字幕をつけておりますが、自動翻訳ですので、精度が低いことをご理解ください。それでは、本編をお楽しみください。晴天。昨日以上の陽気に恵まれ、さらに絶好のプール日和となった。もうほとんど真夏と言っていいくらいの気温だが、日向にいても辛くないのは日差しがまだ柔らかいおかげだろう。今より暑くなったらかえってプールは辛かったかもな。水の上に長袖のビーチパーカーを羽織り、俺はみんなより一足早くプールサイドに立っていた。女子は何かと準備に時間がかかる。この時間を利用していざという時のための避難経路も確認しておく。出入り口が2つあるのは行幸だ。万一に塞がれた場合でもよほどの人員を割かれていない限りなんとかなるだろう。確認した資料によると、日本に侵入してきた福音派ファンダメンタリストと思われるものはそこまで多くない。もちろん用心に越したことはないが、それでも俺一人にできることなんてたかが知れている。だがやはり気休めに過ぎなかったらしい。黒服の SP がきちんと要所に配置されていたからだ。もちろんアーデルハイトの警備を担当する者たちだ。どうやら警備も考えなしにプール行きを OK したわけじゃなさそうだ。少々目立ちすぎているのは困ったことだが、何せ昨日の今日だからな。それくらいは、ご愛嬌といったところだろう。プロは大変だな。それでも一応こちらでチェックを済ませておく。彼らはあくまでアーデルハイトの護衛に過ぎない。俺が守りたいのは王女様だけではないのだから。それにどうにも俺はおっとお嬢様、プールサイドで飛びつかな。おお。振り返った瞬間思わず固まってしまう。どこが何が。ああ、ごめんね。けどね正隆くんを見つけたらつい嬉しくなっちゃってね。いきなり抱きつかれるのはいつものことだ。だが水着というだけでこんなに衝撃を受けるものなのか。普段より肌色の面積が多いというだけで不覚にもドキドキしてしまう。正隆くん、あれ、ひょっとして怒ってるのかな。熱くなっているのは確かだ。しかもおお、ためらいもなく容赦もなく堂々とおっぱいを押し付けてくるのだからかなわない。のお嬢様、はあしたないといつも申し上げているでしょ。おや、正隆くんがそんなに赤くなってくれるなんてだが意外にもあっさり離れてくれる。俺はがっかりなんかしてない。私の水着気に入ってくれたってことかな。ねえねえ、そうだよね正隆くん。ワールドカップ。お、すげえ。紐んとこに隙間がある。わかる？この右手の手首の花あるやん。そこんとこ、紐のとこに隙間がある。やべえ。突っ張っとる証拠やん。他のお嬢様はグラビアのようなポーズをとって投げキッスまでしてくる。ひょっとして練習したんですか？正隆くんをドキドキさせるポーズをね、研究したんだよ。研究？やめなよカノ、無駄に目立ってるから。じゃあこっちで眩しいな。いつの間にか呆れ顔の七尾が立っていた。だってね、ナナちゃんと選んだ水着にね、正隆くんが反応してくれたんだよ、珍しく。こっちはあれだな、上は控えめかもしれんけど、下の際どさやべえな。効果は抜群だ。
俺はポケニャンか何かのキャラクターか？だが今までいないくらい彼女様の特に、彼女の日本アルプスの、深遠な渓谷に目を奪われているのは事実だ。サイさん、お待たせしました。アルプスの次はエベレストか。オーマイガー。92だっけ？エベレストだ。世界中のアルペニストが目指す最高峰にたまらず目がくらむ。すみません、遅くなってしまって。寄せるな。いえ、そんなに差はありませんよ。しかも小走りに駆け寄ってくるせいでポヨンポヨンと、それはすんごいことになってる。1年長く生きてるだけでこんなに違うの？無意識に七尾は自らの胸を押さえ、彼女様でさえ圧倒されている。ならこれはもう仕方ない。日本アルプス？やはり世界は違うと実感させられるボリュームだ。素晴らしい。それにしても今日は最高のプール日和の極みですね。ええ、来てよかったです。そう心から言えてしまうあたり、自分もどうしようもない男の一人なんだと実感する。先輩。おお、こっちはこっち。いいね。控えめながらも。なんだ、いたのか。あれとこれとそれの次だからな。私一応王女ですよ。王女の水着姿とか割とレアだ。そうなのか？気づかなかったよ。俺は小羽さんの方を見たまま言った。これは。あのね、正隆くん、私もね、クラスの中ではね、一番大きいんだよ。は？急に何を言い出すんです？またもお嬢様の胸へ視線が行きそうになって慌ててしまう。ねえ、ふと気づいたんだけど、俺に言ってるのか？あっちの二人とこっちの二人でサイズの態度に露骨な差があると思うのは考えすぎ？言うなよ。そんなの当たり前。ドンドンはい。ひどい。勝負。関係ないと思うけどな。何も身体的特徴で敬語とタメ口を使い分けているわけじゃない。偶然だろ。そのはずだ。ただおっぱいが好きか嫌いかと言われたら好きだ。悪いか？へえ。七尾はいかにも何か言いたげだったが無視する。それよりアーデルハイト、よくプールなんて来る気になったな。途中でダリーとか言い出さないか心配したぞ。だって部屋にいたら練習させられるじゃないですか。何？あさっての歓迎会であーちゃんさんも賛美歌の読書をするんですよね。もう？確かに本当ならその練習をしなきゃいけないはずだ。今日誘ってよかったの？絶景だな。もし無理して来てくれたんだったらいいんです。プールの方がまだ楽ちんですしね。それにあんなのもともと意識して練習したことなんかほとんどないですから。やべえ、本物だ。お前の賛美歌は天使の美声って称賛されてるんだよな。まあそうらしいです。あーちゃんってすごいんだね。いえ、まさか正体は口パクだったって言うんじゃないだろうな。だがアーデルハイドは自信ありげに口元を緩める。きっと聞けば
先輩も私の虜になりますね。かけてもいいですよ。そいつは楽しみだ。あ、信じてない感じですか？そんなことない。うさんくさいと思っているだけだ。せいぜい頑張ってくれ、アーデルハイト。いい加減、あーちゃんと呼んでくれてもいい気がしますけどね。それにも不満そうにされてしまう。お前こそいい加減俺の名前を覚えてくれ。覚えてますよ。サイス先輩。絶対覚えてないだろう。しかし参ったな。こいつとは仲良くならなくてはいけない。なのにこう言葉が硬いというか、むしろ売り言葉に買い言葉で喧嘩でもしているみたいじゃないか。他人と親しげに接するのはやはり苦手だ。普通の人は一体どうしているんだろう。その時ビーチパーカーの袖をクイクイと引っ張られる。サイスさんちょっとお願いが。ええ、何です？小羽さんは両手で不器用にスマホを握っていた。知りませんでした。サイスさんもレーンをされてたなんて。はできれば私にも ID を教えていただけないでしょうか。あ。今回彼女様が連絡にレーンを使っていたせいだろう。実は友達に勧められて始めたのはいいんですけど、私の周りにはあんまりやってる人がいなくて少し寂しかったんです。いけませんか？いえ、まさか。俺も今まで積極的に ID を増やそうとしてなかったけど、案外身近にいるもんだな。小羽さんなら断る理由もないだろう。俺は自分の QR コードを出して小羽さんに読み取ってもらう。便利の極みですね。こんな交換方法もあったなんて。やっぱりサイスさんは使い慣れていらっしゃるんですね。いえ、そんなことはないですよ。そうだったんですか？実際こうして使ったのは小羽さんが初めてです。本当ですか？それは光栄の極みですね。ID 交換も好みの相手とだけするんだ。なんなんだ、今日はいつも以上に突っかかってくるな。まあいい。さあ、あとはみんなで適当に楽しんでくれ。はい？正隆くんは一緒に遊んでくれないの？すみません、ここからちゃんと見ていますから。ビーチサイドに置かれた、ネイスに腰掛け、あらかじめメガネを取っておく。SP を信用しないわけじゃないが、もしカルトの顔が知られてない外部メンバーなどを使って接触してきた場合、俺の方が先に異変を嗅ぎ取れるはずだ。だが納得しない者もいたらしい。何してるの？そういうの冷める。お前も女子4人で遊んだ方が楽しいだろ？男子が1人その中に入るのもな。それはそれでどうかと思うけど、そういうことじゃなくて。俺はどっちかといえば保護者枠だと思ってたけど、英語訳が水に入っていたらいざという時すぐに動けない。もう少し説明してやるべきだろうか。だが喜びこそすれ、まさか七尾が怒り出すとは思ってなかったので少々戸惑ってしまう。だからそれじゃ何のためにカノが。いいよいいよ、ナナちゃん。正隆くんはいろいろ考えてくれてる人だから、私たちだけで遊ぼう。私は正隆くんが一緒に来てくれただけで十分嬉しかったから。カノ、さすがに少し悪い気もしてくる。固く考えすぎているのか？だが彼女様はトラブルに巻き込まれやすい体質だ。下組でも閉じ込めておけばあるいは安全なのかもしれない。けどできるだけ自然な形で日常を過ごしていただきたい。それには誰かがそばで気を張っている必要があるのだ。やっぱりこういうの気に入らない。あ、うわ、いきなり七尾が俺の足を引っ張り出した。それ
つべこべ言わないで、遊びに来たんだから遊びに集中しないよ。おい、そのまま水の中へ放り込まれてしまう。俺に何の恨みがある？信じられないことをするやつだ。さあ、準備運動したら私たちも。まず完全に油断していた。サイさん、まさか。大変。正隆くん、体が浮かない。沈む。あ、例のあれか。かろうじて両手を伸ばす。小羽さんと加納嬢様が身を乗り出すように掴んで引っ張り上げてくれた。助かった。びっくりしたよ、正隆くん。無事でよかった。なるほど。これでは水の中には入れないはずですね。どうやら小羽さんには気づかれたらしい。ごめんなさい。まさか泳げないと思わなかったから。あ？顔を上げると七尾は半泣きになっておろおろしていた。かわいい。ある意味、王女の水着姿よりレアだろう。寝た。こいつマジやべえな。どうするんだろうね、この性格。だって会話が進まんやん。こうやって輪の中に入ってけんしさ。どうするんだろう、すげえ気になる。その王女様はこの状況でも立ったまま眠りこけていた。少し驚いただけだ。俺のことは本当に放っておいてくれたらいい。ややふらつきながら寝椅子のところに戻る。でも。おっと失礼。七尾の視線を追うと長袖のビーチパーカーが乱れ脇が覗いていた。おっと、慌ててそれを直す。ひょっとして重りとか入れるやつ？実は昨夜、リクに渡されたパワーアンクルを二の腕に巻いていたの。棒状の鉛を入れて重さを調整できるタイプで、最大まで鉛を入れれば片側だけで5キロにもなる。鉛は錆びるぞ、気をつけんと。サイスって別に運動部ってわけじゃないよね。たとえ運動部でもこんなのつけてたら部の中で浮くだろ。水には浮かないのにな。もし見られたら変に思われるのは分かっていた。だから嫌だったんだ。もういいから放っておいてくれ。けどなんか。だというのに七尾はまだ何か言いたいことでもあるように口ごもる。なーなちゃん、あんまり気にしなくていいよ。全体的にコミュニケーション能力が異常だよな。異常というか悪い方向ね。なんか引っ込み思案な感じで自分のその全員が全員うまく自分の感情をなんか表現できてなくてさ、それこそ七尾とか正隆もそうだし、そこら辺、あとまあ王女に関してはまあ置いといて、この二人に関してはなんか口をつぐんでしまうタイプだし、コミュ力が高そうなカノと、ほのかに関しては感覚だけでやっとるから言語化ができてないっていう。ちょっとカノ？いいからいいから。正隆くんもそこからでいいから私のことを見て。あ、失礼。見ていてほしいなと。お嬢様が七尾の腕を引っ張っていく。俺も軽く手を挙げて答えておいた。ほらね。ねえねえ、ナナちゃんは一緒に遊んでくれるよね。でもあいつが巻いてたもの別に詳しいわけじゃないし、上のところがちらっと見えただけだから気のせいかもしれないけど、ただの重りにしてはやけに武骨でゴツゴツしてて、なんだろう、何かもっとひどく暴力的な、そんな感じがしたの。補足してくるね。油断していたね。七尾くん、パッキュ
ちょっとカノずるいよ。そんなのプールへ持ち込んでいいわけ？大丈夫だよ。だってそこでレンタルしてたやつだもん。こんなこともあろうかと思ってね。ほらほら、どうしたのかね、七尾くん。絶景かな絶景かな。お、げっしり。お前いたのか。君の実力はそんなものかね。バンバンズッキューン。ちょっともうもうどうなっても知らないからね。すごい水しぶきだよ。水鉄砲より手でやった方が効率いいんだから。えいえいカノの実力こそそんなもの？お嬢様と、加納お嬢様と七尾は二人で水の掛け合いを始めてしまう。楽しいですか、あーちゃんさん。すごく。アーデルハイトはイルカのバルーンに乗ったままぐでっとなっていた。小羽さんはそれを引っ張って泳いでいる。何が楽しいかは謎だ。まあ小羽さんがしっかりそばについていてくれるようだし、ひとまず心配ないのだろう。俺も周囲に気を配りつつ文庫本を開くことにした。ずるいよ。自分で宣戦布告しておいて。それあ、ごめん、あーちゃん。ひょっとして怒ってる？すごく。ぐでっとしたポーズのまま言った。どうやらとうとう私の本気を見せる日が来たようですね。お前が来てまだ数日のはずだが。アーデルハイトはなるほど、水上に浮いたイルカの上でおもむろに立ち上がってみせる。すげえな。すごいバランス感覚。まさかのフライニングボディープレスでもするつもりかと思ったら普通に滑り落ちた。水しぶきがこちらまで飛んできて本を避ける。あの音は思いっきり腹打ちしたはずだ。あーちゃんさん、大丈夫ですか？今日はこれくらいにしといてあげましょう。カーッと浮き上がったまま言う。おい、あまり暴れると係の人に怒られるぞ。おや？寝椅子からプールサイドまで移動しているのを見て変な顔をされてしまう。正隆くん、見てた見てた？あーちゃんすごいんだよ。滑り落ちなければ。っていうか、本当に見てたんだ。あれだけ騒いでいればな。むしろ万が一の事故にも注意していたつもりでいる。まあ無事ならいいんだ。続けてくれ。寝椅子に戻って本を開く。どうかした、あーちゃん？いえ、変わってますね、あの人。お前には言われたくない。最初はお人よしかと思ったらそうでもなくて、かと思ったらやっぱりお人よしで、でも壁を作ってて。友達いないからじゃない？だから余計なお世話だ。少し不器用なだけだと思いますけどねえ、美鳩さん。お嬢様は少し考え込むようにした後、急にいたずらを思いついたような顔になった。嫌な予感がする。だがそこで加納お嬢様がみんなと顔を寄せ合い声を潜めてしまう。みんなに一つ正隆くんの秘密を教えてあげよう。何？ああ見えてね、正
正隆くんはクリスチャンだからちゃんと洗礼名があるんだよ。まあそうでしょうけど。ペトロ。クリスチャンネームで呼ぶとペトロ正隆になっちゃうんだよ。ペトロ正隆。七尾が腹を抱えてプールへ潜る。どうも水中で爆笑しているらしい。すごい勢いであぶくが上がってくる。お嬢様、まさか。あ、ペトロ先輩、チーズ。そういうのはすぐ覚えるんだな。洗礼名は親がどういう子に育ってほしいかという希望のもと、過去にいた成人の名前を付けるのが一般的だ。だが俺のいた救済院では十二使徒の中から順番に洗礼名を付けてしまう習慣だった。それって宗教的にどうなの？信仰が足りてないんじゃない？なのでペトロやヨハネが何人もいたりするのだ。あのお嬢様、以前むやみにばらさないでほしいと頼んだはずですよ。だってみんなとの壁が少しでも薄れればいいなと思って。親しみは増したかもね。私はいいと思いますけどね。使徒の中でもペトロは特に人間らしいところがあって私は好きですよ。おはねさん、本気で言ってくれてるんだろうけど、そんな言い方をされたら照れてしまう。私も好きですよ、ペトロ先輩。覚えやすくて。心配ないよ。学校じゃ呼ぶ方も恥ずかしいから。貧乳組は絶対バカにしてるだろう。まったく。おっと、俺はこの間にもきちんと周囲に気を張っていた。いる。物陰からこちらを伺っている者がいる。おまけに黒い羽をまき散らすのもしっかり見えていた。その気になれば障害物を通してでもある程度探知できるのだ。付き合いきれませんね。呆れたふりでさりげなくその場を離れる。まだカルトの関係者がどうかはわからない。もっとも黒服の SP が立つ中、白昼堂々と接触してきたのだとしたらあまりに考えなしだ。俺は何気ないふりをしつつ、それでも慎重に距離を詰めていった。だが同時に相手も移動し始めてしまう。気づかれた？それとも念のためか？こちらから離れるように歩いていく。しかも意識的に俺との間へ常に人垣か物陰を挟むようにしているようなのだ。おかげではっきりと姿を確認できない。それでもギフトのおかげで見失うことはない。あれは外国人。手にはスイムバッグ。しかもあの特徴的な膨らみ方はカメラか。望遠レンズを装着した一眼型デジカメに見えた。ただの盗撮犯なら、係の人にでも告げ口すればいい。だがどうも違和感がある。痴漢や覗きは日本の独特犯罪で外国人には少ない。何より明らかに動きが素人ではなかった。どうする？いっそ走って追いかけるべきか。その判断に迷ってしまう。ちょっとサイス。いきなり背後から腕を掴まれ反射的に振り返ってしまう。あ、しまった。その一瞬で九段の外国人を見失っていたのである。何者だ？元軍人か？諜報員か？少なくとも水着写真を狙うただの性犯罪者だったとは思えない。だがいくら反政府活動をしていると言ってもカルトがわざわざプロを雇うのか？ちょっとサイス、聞いてる？ああ。眉間を、揉んだまま生返事をしてしまう。連中はそれほどまでに本気なのか？だがその割にはずさんさも目立つ。殺害が目的なら一瞬の隙があればいい。なんか温度差がすごいな。だが誘拐や、回収が目的だった場合、警備に囲まれる中、ほんの一瞬接触できたとしても大して意味はないはずだ。確かにからかったのは悪かったけど、急にあっち行っちゃったり、
あんたもちょっと感じ悪いよ。何のことだ？だからペトロのことだけど。はああ、忘れてた。あ？できればそっちも忘れてくれ。あいにくと頭の中はまだ別のことを考えている。今更追ったところで俺にプロを追跡できるほどの技能はない。何よりこれ以上はアーデルハイトや加納城様と離れすぎてしまう。俺の役目はあくまで護衛なのだ。ちょっと採寸？とはいえどうも引っかかるな。この件に限らず釈然としないことが多すぎる。自分でも警戒しすぎと思っていながら念を入れてきたのは、釈然としなかったせいでもある。個々の事象がうまく結びつかず全体としてちぐはぐなのだ。俺の知らない何か重要な情報が抜けている。だから待ってって。加納城様のところへ戻ればいいんじゃないのか。何かあったとしてもそばにいれば何かはできるかもしれない。だが果たしてそれだけでいいのか。だから戻る前に話しておきたいの。カノのこと。今日のプール、勉強を頑張った自分へのご褒美なんて言ってたけど、本当は多分違うから。どういうこと？前も言っとったよな、同じこと。きっとまた縁談を持ち込まれてる。そうきたか。縁談？継承問題。加納城様もいずれは婿を取らねばならぬ立場。前はジーヤって人が盾になってかばってくれてたらしいけど、今はその人いないんでしょ。養父のことだ。お嬢様やジーヤをしていた要人警護のプロ。今は引退している。だからか。家の中に守ってくれる人がいなくなって、正直カノだって答えてるんじゃないかな。かもな。やたら宿題を忘れてきたり、小テストの点が悪くなったり、財布とか大事なものを置き忘れたり。根が明るい子だからついごまかされそうになるけど、きっと平気なわけじゃないんだよ。だからそういう細かい変化にももっと気を配ってほしいっていうか、せめて今日くらいカノのそばにいてあげてほしい。心配ない。加納城様のことだろう。なら心配ない。さすがに説明不足だったか？花尾は露骨に不満な顔をしている。あの人に縁談が持ち上がるなんて10年も前から続いてきたことだ。いつものことだって言いたいわけ？そうだ。何よりお嬢様は周りが思うほど弱くない。むしろ下手に絡めば余計ややこしくなるだけだ。お嬢様の中できちんと処理ができている限り手を出すべきではないのである。それってなんか冷たい。そうかな。私はあんたと違うから、友達のことは普通に心配になる。大股に歩き去っていく後ろ姿についため息を漏らしてしまう。俺だって何も感じないわけじゃない。けどお嬢様にはお前という友達だっていてくれるじゃないか。任せられる人間がいるなら任せておけばいい。それよりも今は慌てて周囲を見ます。話し込んでいて気づくのが遅れた。しまった。何かあったのか。知らず早足になる。いつの間にか、プールサイドのあちこちに立っていた黒服が一人残らず姿を消していたのである。すげえの来た。代わりに入り口からフードを目深にかぶった、男が現れた。その男へ強烈に意識を吸い寄せられる。彼は誰かを探すように注意深く左右を見回し、冗談じゃない。葵さんに写真で見せられた。あいつは国内へ侵入した3人のファンダメンタリスト、その一人だ。だが一体これはどういうことだ？素早くアーデルハイトの位置を確認する。男はちょうど彼女を挟み、俺と対角線上にいた。それを偶然と考えるのはあまりに楽観的だ。俺は誘い出されてしまったのだ。
だが今は現実を対処しなくてはいけない。カルトの男もアーデルハイトに気づいたらしい。あれだけ目立つ容姿をしていれば当然だ。俺は今更のようにビーチパーカーの中へ手を突っ込んでいた。くそ、完全に出遅れている。しかもプールを挟んでいるせいで、こちらの方が大回りになる。このままでは間に合わない。どうする？サイス・マサタカがその場を離れてから、七尾は後を追っていき、小羽もまた彼の代わりにプールサイドから見張りをすると言い出した。水の中ではカノとアーデルハイトの二人きりになっていたのである。それにしてもあーちゃんって日本語上手だよね。昔住んでいたもので。へえ、それで日本へ留学することにしたんだ。曲がりなりにも上流階級の人間らしく、二人には共通する部分もあったのだ。特に煩わしい習慣については。けどよくうちの人たち許可してくれたね。いいなあ。そうでもないですよ。いろいろ条件があった上でのことですから。王族の留学が婿探しだということもカノは知っていたし、許嫁問題は決して他人事ではない。だから、正隆がストレートに聞き出せないこともカノには簡単に切り込めたのである。なんか日本に来たい理由でもあったの？会いたい人がいたんですよ。ひょっとして好きだった人とか？母の幼なじみだったので、おじさんですよ。けど昔お世話になったもので、特に調べなくても会えるような気がしてたんですが、来る前にちゃんと調べておくべきでした。まだ会えてないんだ。ええ、遠くへ引っ越してしまったみたいで。一瞬アーデルハイトの顔に陰りが見えたものの、カノはあえて気づかないふりをした。そっか、どういう人だったんだろうな。ひょっとするとすっごいイケメンだったりとか？ないですね。バンドとかやってる人でしたけど、愛とか平和とか夢とか自由とか、歌詞がチープすぎると母にもよく笑われてましたから。なんだか優しそうな人だね。お人よしだったんですよ。ただ一つだけ特技があったみたいで、天使と悪魔を見分けられるそうなんです。天使と悪魔？要はいい人と悪い人ですね。へえ、なんだか正隆くんみたいだね。意識してかそうでないのか、あっけらかんとしたままカノは続ける。昔から正隆くんが近づくなっていう人は大体悪い人だったし、何も警戒してない時はいい人なの。一緒にいる時の様子で大体わかるんだよ。サイス先輩が？なんだかあーちゃんが来てからはピリピリしてるみたいだけど、あーちゃん自身のことは全然警戒してないみたい。だから私もね、あーちゃんとはお友達になれるって思ったんだよ。あの人は母と同じことを言っている。それはアーデルハイトにとって少なくない衝撃だった。ひょっとしてあーちゃんのお家の人が日本行きを許してくれた理由って耳元でささやかれ、さらに大きな衝撃を受けてしまう。よくわかりましたね。やっぱりだからその人のことを探して。そっか、あったね。本当ならこんな時こそその人の力を借りなきゃだよね。そしたら絶対心強いはずなのに。あーちゃんに同じくらい信用できる人がいたらよかったんだろうけどな。ええ。
その時だった。たくさんのものが倒れる派手な音がして振り返る。入り口近くにある貸し出しショップに立てかけられたビーチパラソルや浮き輪、カノも借りていた水鉄砲が散乱していた。なんか来た。それらに行く手を阻まれるようにしてフードを目深にかぶった異国の男が立っていた。暗い影の中からアーデルハイトをまっすぐに見ている。どこか救いを求めるような瞳で。そこへ誰かが風のように滑り込んできて彼女の腕を掴んだ。正隆くん。来るんだ、あーちゃん。短く命じ、強引に水の中から引っ張り上げてしまう。プールサイドで小羽と合流し、その後は振り返りもせずにかけていく。カノは呆然と見送ってしまう。正隆の背中を追う視線は、やがて彼がアーデルハイドの手を掴む部分へ、たどり着く。知らずカノはきっと胸を押さえつけるのだった。あいつ。時坂七尾は思わず、生尻を、釣り上げていた。まな尻か。お尻じゃなかった。まな尻ってなんか言葉使わんやろ。現代。視線か。まな尻ってことは目尻か。なるほど。お尻でやってほしかったな。自分の話を聞いておきながら、あの男はどうして他の女の子と手をつないでいるのか、全く理解できない。色とりどりに咲く花のように鮮やかなビーチパラソルが突然、そばで雪崩を起こしたせいで目を離した。ほんの少しの間に何があったというんだろう。何か事情があるなら説明くらいしろ。相手に秘密があることくらいは察しはつけているつもりだ。けど理由もわからないまま、ただ傷つけられるこのことまで考えているとは思えなかった。これじゃああんまり、カノがかわいそうじゃないか。だが駆け出そうとしたその時、足元で小さく白い煙が上がっているのに気づいた。五寸釘だ。プールサイドのカラフルに、舗装された石畳に五寸釘が刺さっているのだ。なるほど。あの重りを入れるやつってのは五寸釘入っとったんだな。煙は石材を削り取った粉塵らしい。なんで？これと似たもの最近も見たような。その時もコンクリートに刺さっているのを不思議に思った。何よりそのやけに武骨でゴツゴツしていてひどく暴力的な形状は、つい江尻の方を振り返ってしまう。誰かが投げてそれが突き刺さったように見えてしまったのである。だがプールの反対側はただの一般客がはしゃぎながらかけていくのが見えただけだ。そうだよね。石畳に刺さってるんだから。人が投げたくらいで刺さるはずがない。たとえその延長線上にパラソルを支える紐があって、片付けをしている係の人まで突然切断されたのを不思議がっていたとしても、たとえそこが先ほど、正隆と口論した場所だったとしても、すべて偶然と考えた方がまだしも現実的だった。バカバカしい。それより今はただカノのそばにいてあげたかった。自分だけはカノの